こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。新型の発表ラッシュも終わっちまったな。そうですね。次の新型は2023年3月24日開催予定の東京モーターサイクルショーに合わせてですね。というわけで、今回のテーマはこちら。あなたのバイクを高く買い取る、人気車種の買取価格まとめ。新型が出れば、乗りたくなるし、乗り換えするには諭吉さんが必要だ。だから、今人気のモデルについて、買取相場のチェックをしておこう、と思ったわけですね。先日、今年の人気ランキングが月間オートバイで発表された。その名も、ジャパンバイク、オブザイヤー。これにランクインした人気モデルを軸に、買取価格をチェックしていこうと思う。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。あの車種はおいくら万円？人気モデルの買取価格まとめ。今回、買取価格の参考にしたサイトはこちら。レビック。登録されている中古車情報から算出された、信頼の買取価格。バイク館。地元に根付く、リアル店舗で安心の買取実績。バイクパッション。ネットで無作為に選んだお店、エビバディパッション。この3社の無料オンライン査定で調べた買取価格を紹介していくぜ。買取車体の設定は、できるだけ最新型で、走行距離は5000キロ未満だ。週末ライダーの相棒設定ですね。買取価格は車体の状態、整備状況などで大きく変化する。紹介した買取価格は、参考価格ってことでよろしくな。では、10位からの発表です。じゃ、始めご。レビック、情報なし。バイク館、情報なし。パッション、117.2万円。第10位、川崎、Z650RS。2022年4月に発表された Z650RS。最新の2023年モデルは、ニューカラーで登場だぜ。新車価格は103万4000円、グーバイクの平均販売価格は119万円ですね。買取価格率パッションは 98% だぜ。買取価格率って？買取価格はルグーバイク平均販売価格で求めた割合だ。昔は 50% ぐらいだった気がす。この割合や価格がどこまで本当か、ってのは置いといて、買取価格率 98% ってのもすごいですが、買取価格が新車価格を上回ってるのも、驚きです。新車が供給されないから中古車の値段が上がっている、ってのが一般的な理由だけど、最近は、個人売買や排ガス規制など、いろんな要因が絡んで、今の価格になっているな。ということは、2022年末になっても下がるどころか、まだまだ上昇する気配バリバリですか？だな。その傾向は排気量が大きくなるほど顕著だぜ。大型なんて、2019年時の価格と比較すると約40万円ほどアップしてる。ほんと、欲しい時が買い時ってことですね。レビック、83.7万円。バイク館、81.7万円。パッション、86.8万円。第9位、鈴木、刀。2022年の最新モデルでは、上下クックシフターにニューカラーが追加された刀だぜ。新車価格は160万6000円、グーバイクの平均販売価格は150.5万円ですね。買取価格率ウェビックは 55% だ。2019年に手放した7年落ちの CBR600WR も、これぐらいの割合だったな。気分的には高価買取ですよね。今では10年落ち、走行距離2万キロの SS でもこれ以上の買取価格率ですから。現行モデルで走行距離5000キロ台ならほぼ低価だし、1万キロ走った刀も100万円は切ってない。しかし、走行距離が5000キロ未満の刀が結構見つかりますけど、一体どういう理由なのか。低走行車が市場にたくさん流れる理由か？ま、バイクは趣味的な乗り物だし、自分に合わなかったとか。ああ、そんな買い方してみたい。レビック、186.9万円。バイク館、なし。パッション、160.9万円。第8位、ホンダ、CBR セントリプル R ファイヤーブレード。2020モデルでは機体のフルモデルチェンジ。2022モデルは仕様変更30周年記念モデルが発売された CBR セントリプル R だ。新車価格はスタンダードで242万円。グーバイクの平均販売価格は255.1万円です。買取価格率ウェビックは 73% だ。さすが人気モデルですね。人気すぎて、ホンダのサイトには注文から納車まで、長期間お待たせする場合があります。と記載ありだ。実際どれぐらい待つことになってるの？新車情報サイトのコメントをチェックしたところ、早くて半年、遅くて1年、って感じだ。手元に届く前に、翌年モデルが発表されそうな感じですね。それだと、すぐ買える中古車は魅力的です。中古だと、SP モデルで走行1万キロを超えた車種が意外に多いですね。高価な SP モデルを、数年で1万キロ走らせることができるお金と時間が欲しい。ちなみに、中古車の状態を見分ける方法ってないの？車体年式にもよるが、一般的には走行距離だな。
5000キロ以下なら試乗車や展示車として使われてたのが多く、状態もいいバイクが多い。1万キロ程度なら、週末のツーリングで使われてた感じだな。大型モデルならあまり気にすることはないが、150以下のモデルだと、しっかり点検したくなる距離だな。2万キロ程度の場合、可動部分の調整や交換をそろそろ検討するし、それ以上なら、オーバーホールも視野に入れたいな。しっかり状況をチェックしてみてくれ。この CBR1000 とリプル R は十分乗れるバイクですね。走行距離5000キロ未満の中古車販売価格は、ほぼ定価だ。中古だから安いってのは、もう通じないぜ。メビック、14万円。バイク感、21.9万円。ファッション、21.4万円。第7位、ホンダ、クロス株110。最新の2022年モデルは、フレームや足回りなど基本部分の変更点が多いクロス株110だぜ。新車価格は36万3000円。グーバイクの平均販売価格は 35.9 万円です。買取価格率ウェビックは 38% だ。みんな大好き株シリーズ。自転車気分で気軽に乗れ、燃費もいいし見た目も個性的ですね。150cc 以下になってくると、買取価格は下がり気味ですが、販売価格も低くなるので、買う側としては嬉しいです。そうは言っても、大人気の株だ。走行距離5キロのスタンダード車両で、支払い総額58万円っていうプレミア化車両も存在してるぜ。目の前の車種が待たずに買えるのは、絶対的なメリットですからね。勝敗企業の買取価格も、じわじわとアップしている。買取を検討している人にとっては、いい状況だ。クロス株110でこの状況なら、CT125 ハンター株は一体。ちなみに、ハンター株とクロス株は別物だぜ。選ぶなら、主なら CT125 をおすすめするぜ。メビック、情報なし。バイク感、情報なし。ファッション、情報なし。第6位、ホンダ、フォーク11。今年のモーターサイクルショーになり物入りでデビュー、評価も好評、大人気なフォーク11だ。新車価格は139万7000円。グーバイクの平均販売価格は 139.2 万円です。残念ながら、買取価格はチェックできませんでした。今年の春発表で9月発売、年間1200台の少量生産バイクだし、中古はまだまだ流れにくいんだろう。未だに、展示やレンタル以外では見かけたことがないぜ。生産方法もちょっと違うんですよね。そうだな。フォーク11は CB1300 と生産と同じセル生産式で作られてる。普通のライン式と何が違うの？品種少量生産に向く生産方式だが、作業者は複数の作業を高レベルで習得する必要がある。人材育成コストもかかり、大量生産効果も少ない。ってデメリットもある。今後、増えそうな生産方式ですね。電子制御満載の最新モデルに比べ、フォーク11はトラコンとライディングモードのみ。この潔さが価値になる日も近いぜ。生産台数が少ないってことは、将来プレミア確定車種。まさに NTT なバイクですね。なんだそれ。ニューモデル N が中古車 T より高い T の略ですよ。さ、ここでランキングは一休み。ランクインしなかったけど、気になるモデルの買取価格やオークション価格をチェックするぜ。まずはこちらだ。メビック、37.5 万円。バイク感、39.6 万円。ファッション、38.3 万円。上半期 126cc から 250cc 販売トップ。レベル250。最新モデルの新車価格は61万500円。グーバイクの平均販売価格は 62.3 万円です。買取価格率ウェビックは 60% だ。コロナ禍で新車が極端な納期チェーンとなった時、100万円を超えてたレベル250だぜ。あれは驚きましたね。それを思えば、最近は落ち着いてきましたね。今後はどうなりますかね？レベル250の新車供給の回復や、人気車種ゆえに中古流通数も増加の傾向だ。買取相場は下がる傾向みたいだぜ。メビック、54.6 万円。バイク感、情報なし。ファッション、52.4 万円。上半期 251cc から 400cc 販売トップ。GB350。最新モデルの新車価格は55万円。グーバイクの平均販売価格は75万円です。買取価格率バイク感は 72% だ。このバイクの買取価格上昇も、コロナ禍が原因ですか？それもあるが、GB350 は他にもあるぜ。ヤマハ SR400 の生産終了や、バイクの性格によるところが大きいみたいだ。SR が生産終了ってのはわかるけど、バイクの性格ってのは何？想像してた走りと違う、とか。カフェ風カスタムよろしくな用紙に反して、加速力はマイルド。カットビバイクじゃなくて、ジェントルな走りらしいからな。さすがはハイネス。GB350 は、バイクの音や振動を楽しもう、ってコンセプトですしね。ここを外すと期待外れかも。で、もう一つは、意外に高く売れただ。約1万キロ走行の中古車でも80万円だ。定価以上の買取額じゃ、心変わりもする。かもしれん。上半期 400cc 以上販売トップ。Z900RS。Z900RS は、今回の人気ランキングインのモデルだ。買取価格はこの後紹介するぜ。あら。人気モデルのオークション価格。お次は、街で見かけるあのバイクたちの、オークション価格をピックアップしたぜ。一気に行くぜ。
CBR250RR、走行距離 2.7 万キロ、評価点2、10、35.6万円。XADV、走行距離 2.2 万キロ、評価点4、10、85万円。GSX250R、走行距離 1.5 万キロ、評価点4、10、23万円。V ストローム 250ABS、走行距離 2.5 万キロ、評価点3、10、26.4万円。MT-09、2014、走行距離 2.1 万キロ、評価点4、10、48.2万円。YZF-R25、走行距離 5.8 万キロ、評価点2、10、19.9万円。ベルシス X250ABS、走行距離 1.8 万キロ、評価点3、10、32万円。エストレア RS、走行距離 2.7 万キロ、評価点3、10、21.2万円。です。走行距離や評価点が低くても、それなりのお値段になるんですね。オークションなんで価格は変動するが、おおよその金額として頭に入れておいてくれ。買取価格をアップするには、バイクの買取価格をアップさせる方法ってあるの？もちろんあるぜ。それじゃ、よく見かける3つの方法を紹介するぜ。1つ目は純正パーツが全部揃っているだな。車外パーツをつけても純正は必ず残しておこうぜ。2つ目は傷は割れは、直さずそのままでだな。買取専門店は中古パーツを業者価格で仕入れ可能だ。お金をかけず、現状維持での買取がおすすめだ。3つ目は整備記録料は必ず準備だな。日々のメンテナンスが記録されていれば、大幅な価格ダウンは避けることができるぜ。自分の愛車を手放すときは、このポイントを押さえて高価買取を目指してください。それじゃ、ランキングに戻るぜ。5位からの発表だ。メビック 63.2 万円。バイク感 78.78 万円。ファッション 55.1 万円。第5位、川崎 ZX25R SE KRT エディション。新車価格は84万7000円、グーバイクの平均販売価格は 83.7 万円です。買取価格率ウェビックは 75% だ。グーバイクで中古車を調べてみたんだが、約460台登録のうち、新車登録が約400件以上ある。一体どれだけ生産能力アップさせてるのか。川崎が本気出してきた。でも、中古車の車両価格は75、95万の高値で推移してる。絶好調。2023年の最新モデルは、メーターが TFT カラー化、灯火類はフル LED 化されてましたね。上位モデルの RR は、ZX10R 並みの豪華な足回りです。高値がついてる今のうちに手放して、充実した2023モデルに買い替える。ってのもいいな。メビック 30.1 万円。バイク感なし。ファッション 38.7 万円。第4位、ホンダ CT125 ハンターカブ。ホンダの大人気ファンバイクシリーズを抑え、堂々の4位。2023年モデルは、地味ながら着実に進化した CT125 ハンターカブだぜ。新車価格は44万円、グーバイクの平均販売価格は47万円です。買取価格率ウェビックは 64% だ。中古車価格は、新車価格の 6% アップ。定価超えの平均価格を叩き出してますね。在コースで入荷待ちだったのに、いつの間にかこんなことになっているなんて。恐ろしやハンター株。勝敗企業モデルは、新車であること自体が価値だという人もいるが、CT125 は別格だぜ。5000キロ程度走行した中古でも、販売価格にほぼ変化なしだ。もし CT125 を買い取りに出す場合は、走行距離は気にしなくていいですね。日頃のメンテと、希少価値で高価買取を狙ってくれ。メビック 146.9 万円。バイク感 129.77 万円。ファッション 57.7 万円。第3位、鈴木はやぶさ。2022モデルはカラーチェンジがメインだな。休止していたカラーオーダープランが23年1月から復活。魅力は変わらないはやぶさですね。新車価格は215万6000円、グーバイクの平均販売価格は 197.1 万円です。買取価格率ウェビックは 74% だ。ファッションの買取価格範囲が 57.7 万円と低いですね。紹介した車種の中では販売期間が長い方だしな。玉数も多いし、高年式車はリーズナブルにゲットできる。初めての大型ツアラーを選ぶなら、中古のはやぶさはいい買い物だと思うぜ。メビック 111.8 万円。バイク感 94.4 万円。ファッション115万円。第2位、川崎 Z900RS。最新の2023モデルは、じわじわ価格アップして4万円だか。それでも大型モデル上半期販売数、5510台でトップの Z900RS ですね。新車価格は143万円で、グーバイクの平均価格は 175.1 万円です。買取価格率ウェビックは 63% だ。やはり、新車の販売台数が多いので、買取価格も他のモデルよりも少し低いですね。そして、中古の販売価格が新車価格を超えてプレミア化している車体もちらほら。お店にとっては大入りモデルだな。メビック98万円。バイク感 61.3 万円。ファッション 45.7 万円。第1位、
ホンダ CB400 スーパー4。今年の生産終了モデルは CB400 で打ち止め。お疲れ様と、次世代 CB への期待を込めたこの1位だ。CB400SF スタンダードの新車価格は92万8400円。グーバイクの平均価格は 137.8 万円です。買取価格率ウェビックは 71% だ。中古車は新車価格の40万円高。紹介したモデルの中でも、トップクラスのプレミア度だな。第2の川崎 Z750 のようなモデルとなるのか、一時的な盛り上がりとなるのか。次世代の CB に期待しましょう。さあ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は終わりの一言です。終わりの一言。今回、買取価格をいろいろ調べてみて分かったのですが、買取価格の高騰は2020年9月あたりから始まってますね。コロナの感染者が東京で一気に増え始めた頃だな。バイクの中古価格も上昇し始めた頃で、250cc 以下の値上がり幅は数万円でしたが、大型モデルは30万円から40万円程度値上がりしました。400cc 以上モデルの買取価格率は、販売価格の約 70% を超えてるしな。売る側から見たら、今がチャンスですね。この動画を見て、愛車に乗り続けるか、乗り換えるか、あなたならどうする？増車でもいいよ。それでは、次回の動画まで。1、2、3、パッパ